こんにちは、行間です。それでは第13項の方を始めたいと思います。よろしくお願いします。ここからは前々回書いたオーラフをもとに写真に加えて 3DCG を使ってもう一段階詰めたラフを制作するというのが目標になります。その中でも壮大で開放感のあるシーンということで、今回ブラッシュアップしていくのは1枚目のラフですね。そちらになります。今回は少し駆け足になるので適宜巻き戻ししたり停止しながら見つつ真似をしていってください。また、以前書いた3枚のオーラフなんですけど、スクリーンショットなどでもいいので、1枚1枚個別に保存しておいてください。その上で 3D に移行します。今回は新規データで始めていきます。一旦この四角とライトですね。これは X で削除してしまって、カメラを選択します。で、このアウトプットプロパティを選んだ上で、リゾリューションをどちらも倍にしておきましょう。その上で、パーセントを50にしておきます。というのも、今回ラフなので、そこまで高い解像度は必要ないんですが、実際の制作の時はこの解像度でするためですね。ここの数値を決めておくことで、レンダー結果の画像の解像度が決まります。で、次は、このカメラを選んだ状態、オレンジになっている状態で、このカメラのプロパティを選んで、バックグラウンドイメージズチェックを入れ、アドイメージで、オープン。これで、以前作ったラフの画像を個別に保存しておいたやつ1枚を選んであげると、下絵が表示されるんですけど、まだ何も変わってないですね。まずやることとしては、この右上あたりにカーソルを持ってきて、左にずらしてあげると分割してくれます。この上でカメラを選んだ状態で、点キー0を押すと、このようにカメラの視点になります。と同時に先ほど設定した下絵が表示されるようになりましたね。で、N を押すと、右にいろいろと欄が出てくるんですが、この中のビューですね。のビューロックにカメラトゥービューっていうのがあるんですけど、これにチェックを入れてあげると、このように動かすと、今、マウスホイールを押しながら、マウスを動かして、視点を移動させてるだけなんですけど、それに伴って、こちらを見るとわかるようにカメラも動いてくれます。チェックを外してみると、視点が動くだけで、カメラは関係ないですね。もう一度0を押して戻ってきて、チェックを入れておきましょう。これで、N を押したら、先ほどのメニューが閉じてくれます。で、この下絵の方なんですけど、ちょっと設定しておきたくて、このデプスですね。フロントにした上で、オパシティを0.2ぐらいまで減らしておきます。で、その後、さらにカメラの調整がしたいんですけど、このフォーカルレングス、焦点距離を 35mm 程度にしておきましょう。一旦はこれで準備 OK です。念のため、コントロール S で、新規データということで保存しておく必要がありますね。で、ここから作業を始めていくんですが、まず、板を追加します。地面になるものですね、これが。ある程度広げて、コントロール A、スケールですね。もうちょっと広げますか。で、編集モードに移行した後、右クリックで、サブディバイド、細分化して、この後 Shift R を押します。そうすると、1個前の操作を繰り返してくれるということなので、どんどん細分化してくれます。ある程度細分化できたら、頂点編集ですね。1番で頂点を選べるようにした状態で、プロポーショナル編集をオンにして、G で軽く持ち上げて、
やってることとしては他の形状を作ってるという感じですね。で、オブジェクトモードに戻ったら、一度これとカメラと選んで GZ で上に上げてあげましょう。で、この後、もう一回 Shift A で板を追加して広げます。どんどん広げて、これが何したいかというと、地平線の位置を見やすくするためですね。一応左のカメラでも表示されないことはないんですが、薄くて分かりにくいので、このように広い地面を作ることで地平線の位置を分かりやすくしています。で、これと下絵の地平線の位置を合わせていきます。これぐらい広げたら、もう、このオレンジの位置が変わらないですね。ここから縮小すると、こういう風に縮まっていくんですが、ある程度広げると、もう、地平線の位置とほぼ重なって変化がほとんどなくなります。これぐらい広げたら OK で、地平線はこの辺りですかね。奥に見えてる山の少し下ぐらいになるように調整してあげましょう。で、次はこの丘の方ですね。こちらをまた編集モードに押して調整していくんですが、そもそももうちょっと下でいいですね。で、カメラも R。こちらでこのように動かせるようにしたんですけど、この色だけじゃなくて、右側の画面ですね。ロックしてない方の画面で選択して G みたいな感じで普通のオブジェクトと同じ動かし方ももちろんできます。今は R、X。X をもう一回押して、カメラの傾きを決めてるという段階ですね。少しだけ俯瞰気味にしたいので、このように見下ろす形にした上で GZ で上に上げて GSM の位置と合わせようとしたんですが、これだけの俯瞰でもかなり GSM の位置がずれちゃったので、もっと俯瞰を弱くします。これぐらいですかね。この上でカメラと地面と選んで、さらにもうちょっと上げてあげて、いいぐらいになったので、カメラの位置を少し動かしつつ、また右に戻って、板を選んで編集モード。他の形を調整していきたいと思います。今、この端っこが見えているので、これは坂の下にあってほしいので、このように隠しましょう。で、左側が下りになっているんですが、もうちょっとギリギリまで上りであってほしいので、そもそもがオーラフを結構大雑把に書いたので、見た目がいいなと思う場合は、オーラフに従わずに多少変えてしまっても OK です。大事なのは印象を守るということで、絶対に従うということではないです。少し右側が急勾配すぎるので、微調整をしていきます。多少凸凹感があった方がリアルになるので、いびつな形になることを嫌わなくて大丈夫です。で、ある程度調整ができたなと思ったら、オブジェクトモードに戻りましょう。こまめにコントロール S で保存も忘れずにしておきます。で、また Shift A で次はキューブ、箱を作ります。で、N を押して、で、キューブの情報が見れるんですが、Z を1.5くらいにしておきましょう。これで
2×2×2 メートルの立方体だったのが、高さだけ 1.5 になりました。S、シフト Z で、高さは変わらないまま少し補足します。G、Z で上に移動させて、これをキャラクターの基準にしようという意図があって作りました。まあ、1.5 メートルということで人のサイズに合わせたんですけど、そもそも他のオブジェクトまだ決めてないので、別にこの後どんどん小さくしてしまっても他のオブジェクトとの比率が合っていれば特に問題はありません。で、人の大きさの基準も決められたので、ここからはアセットの配置に移りたいと思います。アセットを配置する前にまたちょっと N で右のものを隠して Shift A、プレーンを追加して GZ で上に上げて、画面外のあたりに少し大きくした板を置いておきます。で、この下の部分、矢印出るので引っ張り上げて、一番左の欄をアセットブラウザにしてあげましょう。以前、アセットをこういう風に作りましたよね。で、ドラッグ&ドロップしてあげるだけで配置できるっていう話をしたんですが、このように、ちょっと前回の登録の仕方が悪かったといった場合は、縦向きに配置されてしまいます。で、また、一定配置してあげると、優秀なことに、この傾きに沿って配置されるんですね。なので、ちょっといろいろ不便が出てくるということもあって、一旦このまったりなものを作っておきました。なので、アセットを出すときは、一旦まったりな方に出してあげた方がいいという場合もあります。で、これら傾いて表示された方なんですけど、の上の欄の輪っかみたいなのが書いてるところから、インディビデュアルオリジンズにした上で、4つとも選んで、R、X、マイナス90ですね。RX-90 で全て倒してあげます。で、その上で、コントロール A、オールトランスフォームをした後で、さらに右クリック。で、セットオリジンで、オリジン to ジオメトリー。これで準備は OK です。